はい、どうもフランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのは地下鉄12番線の入り口サンジョルジュ駅でございます。そう、今回ね私たちが見ていくのはパリの9区ヌーベルアテンヌと言われる界隈です。このね魅力を皆さんとたっぷり見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今目の前に見えているのがサンジョルジュ広場でございます。真ん中にね彫刻が立っていて、その周りには非常に豪華なこのようなね邸宅で囲んでいるような豪華な広場になっているんですよ。素敵な広場でしょ。今ねぐるっと回っておりますが、この広場に面している地下鉄の入り口が先ほど私たちの後ろに見えていたサンジョルジュ駅でございますね。ちょうどね12番線が走っております。そしてこの地下鉄の後ろなんですけども、こんなにね大きな邸宅が建っているんですよ。そしてこのね三角形屋根の下、ちょっとね見てみると、これビビロテックチエーフと書いてあるでしょ。これね現在ではビビロテック、つまり図書館になっているんです。フランスのね19世紀を特にね専門とした歴史図書館になっているんですよ。そしてこのチエーフというのは、これはね人の名前でアルドフ・チエールという人です。1870年フランスは現在のドイツプロイセンと戦争をしています。不仏戦争ですよね。その不仏戦争の後にフランスの大統領になったのがアドルフ・チエールという人で、このねプロイセンの宰相であったビスマルクと講和交渉をしたのがこのアルドフ・チエールですね。フランスのアルザス地方とロレーヌ地方を、ドイツにね割譲することで、決着がつくわけなんだけども、それでねパリで内乱が起こってパリコミューンという、内乱が起きていくことになる。結構大変な時に大統領だった人、その人のねもともと邸宅だった場所なんです。そしてその隣にはねフォンダシオン・ドーヌと書いてあると思います。見えますか？フォンダシオン・ドーヌと書いてあるでしょ。このドーヌというのはこれも人の名前でドーヌ家、を意味しています。ティエルの結婚した奥さん方の家がねドーヌ家だったんですよ。そしてまさにねこの広場は1820年から1830年にかけて、新興住宅街として開発された地域なんですけども、まさにそこの不動産のディベロッパーとして、活躍したのが先ほどのドーヌ家だったということなんですね。ドーヌ家のお金持ちのね娘さんをもらうことによって、あの邸宅にティエルが買い取ってね住むことになったということなんです。この辺りは新興住宅地といってもね、ドラクロワのような芸術家だったり、あるいはジョルジュ・サンドのような文学人だったり、インテリのね、人たちが住むような界隈でありました。ですからここは新しいアテネという意味でヌーベル・アテンヌと呼ばれたような界隈だったんですよ。そしてその芸術家の一人が今彫刻の目の前にね見えている彫刻のモデルとなっているガバルニという人なんです。このねガバルニという人を説明するために、このね彫刻の正面に向かっていきましょう。今ねこの広場ぐるっと一周回りますけども、ちょうどねここに今目の前に街灯が見えてきたでしょ。この街灯の光のね電灯、かつてはガス灯だったんだけども、この光のある位置を覚えておいてくださいね。そしてその後ろにはこのようなカフェがあるでしょ。カフェのその電灯の位置にはだいたい3階あたりにこれね大きな窓が開いているということも覚えておいてくださいね。さあそれでは渡っていきましょう。このような広場の今ちょうど正面に来ました。はい、ガバルニーという人の彫刻です。この人はねもともとフランスのイラストレーターだった人で、風刺画家でもありました。イラストレーターだからこそ、ほら左手にスケッチブックを持って今一生懸命デッサンしようとしているところが表現されているのが分かりますか？そして彼の下にはこれねパリのカーニバルの場面が描かれているんですよ。右にはね帽子をかぶった男性、これピエロの格好をしています。そしてその男性の後ろにはこれね女性が描かれているんですが、この女性にねぜひね注目していただきたいんです。まず帽子かぶってるでしょ。そして胸のところが膨らんでるから女性ってわかる？彼女はマントをつけていて、そしてその下見てください。さあ彼女何を履いていますか？スカートでしょうか、ズボンでしょうか？わかるかな？彼女ズボンを履いているんだよね。19世紀までパリにおいては
女性は男性の格好をすることは禁じられていました。もしねズボンを履きたかったら医者の処方箋が必要で、そしてその処方箋を持って警察署にね許可を届けなければズボンを履くことはできなかったんですね。ではなんでこの女性ズボンを履いているかというと、女性がね唯一ズボンを履いていい日というのがありまして、それがねカーニバルの日だったんですよ。これねカーニバルが表現されているので、女性がズボンを履いているっていうことなんですよね。そしてね当時19世紀の女性というと体の全部を覆い隠すような服を着ていた。しかしズボンを履くと見てください。見えるかな、これくるぶしが見えてるでしょ。くるぶしが見えるだけで当時の女性とてもセクシーだっていうふうに言われていたんですよ。ですからねこんな風にして、女性がカーニバルの時ズボンを履いて、それが非常にエロティックだと当時の人は思っていたんです。そしてこのズボンを履いた女性を描かせたら、この人っていうのがこのガバルニという人だったんですね。ですから彼のこの彫刻の下にはこのようなパリのねカーニバルが表現されているんです。そしてさらにその下を見ましょう。そうすると顔がいろいろついていて、この顔のね口のところにはねホースのようになっていてね、ここからね水がね、日によってはちょろちょろと出るようになっている。でさらにその下には噴水板っていうのかなになっていて、これに水がねちょうどね溜まるようになっているんですよ。というのはここはもともとは井戸がありました。ここはねちょうど交通の要所で、今でも車とかねバスとか結構通ってるのが見えたと思うんだけども、ここはかつてね馬を引いてきて、ここで水を飲ませることができた水飲み場であったんですね。しかしここ地下鉄を作ることによって、20世紀初めその井戸は枯れてしまってですね、しかしここにかつて井戸があったことっていうのを表現するために、今ではここは噴水になっているっていうことなんですね。はい、でこの広場ですね、ある有名な印象派の画家がまさにこの広場を絵画に描いています。誰だかわかるかな。さあこの絵画なんですけども、この絵画を描いたのはギュスターブ・カーユーボットという人です。ちょうどね今バスが走ってきたところ、この道が絵画にも描かれていますよね。これノートルダム・ロレット通りというところですよ。そしてカーユーボットの絵画見てみると、彼の絵画の中にあるのは彫刻ではなくて噴水だということが分かりますよね。そして彼の絵画の視点、少し上から見ているって分かります。まさにこの私たちのね目の前にあるこの街灯のこの光の部分、ここが彼の絵画の中では右下に描かれているでしょ。ですからこの広場、上から見ている俯瞰図になっているんだけど、彼は高いところからこの広場を見ていたっていうことになりますよね。じゃあどこで描いていたかっていうと、ぐるっと回ってみるよ。そうするとここに今では広場に面したカフェになっていて、1階、中2階、そして2階、3階、おそらくここだろうな。ここにギュスターブ・カイボットがキャンパスを建てて広場を上から眺めるようにして絵画を描いたということなんでしょうね。はい、かつてカイボットが絵を描いていた、ベランダが見えておりました。さあそしてねここには今度はテアドル・サンジョルジュといって劇場があります。このね劇場よく見ると面白いんですよ。皆さん何か気づきました？何か面白いでしょ。何が面白いかっていうと、さあちょっとアップしますよ。ここは普通の窓になってるんだけど、この上実はこれダマシ絵なんです。絵画なんですよ。ここだけではない。ここのね真ん中の、入り口があるよね。この入り口のこの上の絵画はごめんなさい、この入り口の上はこれはちゃんとね普通の窓なんですけども、この窓から開いている白いこの雨戸っていうのかな、それは絵画ですよ。その隣の丸い窓も絵画、そしてここに書いてあるのも全て絵画。ここにね竜の首が飛び出しているんですが、それもダマシ絵でございます。これもダマシ絵。そしてねこの一番上に三角形がつってあるの見えますか。これこの三角形って現実ではありえないようなねじれ方をしているでしょ。これも全部絵画として描かれたものなんです。そう、ここはねダマシ絵になっている劇場なんですよ。面白いでしょ。テアトル・サンジョルジュ。ここの劇場はフランソワ・トリュフォーという映画監督のロケ地にもなったところでも知られています。終電車というねル・デオニエメトロという映画があったんですけども、そこのねロケで使われたのが先ほどのテアトル・サンジョルジュでございます。そのねオープニングの歌がモンダモンズ・サンジャンという歌で、僕のね大好きな歌の一つです。
さあそしてね、今目の前にこんな非常に豪華な建物が見えてきましたよ。すごいでしょこれ、このようなねネオルネサンス、ネオゴシック様式の建物なんですけども、すごい豪華な建物です。ちょっとねここのファサードガチャガチャすごいうるさいんだけど、ファサードちょっとね詳細見ていきましょう。はい、こんな風にねまずは入り口があって、そのね入り口の上にはちょっとねズームしてみるよ。こんなね女性の上半身が裸になった女性像があります。これはおそらくヴィーナス像でしょうね。そしてそのままずっと上に上がっていくと、このね窓の両端には女神像が立っています。まずは左から見ていきましょう。左には花だとかフルーツだとかが溢れ出た角を持っているよね。これ豊穣の角といって豊穣の女神ということが分かります。そして今度は右を見てみましょう。そうすると右手には兜を抱えていて、左手は盾の上に手を置いている。さらにその下見えるかな、ちょっとちっちゃいんだけども、ほらここにフクロウがいるでしょ。武器を持っていてフクロウを持っているといえば、これは知恵の女神であるアテナということが分かりますよね。さらに彼女たちの、左右にはねこういうふうに天使がいたり、そしてその上にはクマなのかな、ライオンなのかな、このような、動物のね顔なんかが装飾してあるんですね。そしてさらにその上を見てみると、左にはこれはおそらく太陽の神様であるアポロンじゃないかな。そして彼らが見つめ合っているのが今度は月の女神のアルテミス。さらにその上にはどうなってるかっていうと、はい、こんな感じ。ものすごくね、ねじれた柱なんかで、装飾された非常に豪華な建物になっているっていうことが分かりますよね。さあ非常に豪華に飾られたこのファサードのこの建物、現在は中は普通のねオフィスになっているということなんですけども、さあかつてここどんな人が住んでいたか皆さん想像つきますか？この豪華な建物、一体誰が住んでいたのかというと、なんと高級娼婦が住んでいたって言われているんですよね。彼女の名前はテレーズ・ラックマン。権力がありお金がある男性を貢がせる天才的な女性だったわけですよ。彼女はねある時ポルトガルの貴族パイバ公爵という人と出会いまして、彼と結婚することになります。そこで彼に建てさせたのがこのパイバ邸、豪邸だったんです。しかし彼女はこの豪邸だけでは満足しなかった。そこでもう一つね豪邸を建ててもらうんですけども、それが今でもシャンゼリゼ大通りにあります。そこもねパイバ邸というふうに言われていて、そこにはね豪華なお風呂があるんですよ。バスタブがありましたね。なぜかそのバスタブには3つの蛇口があるんですね。1つはお水、1つはお湯でしょ。もう1つは何かっていうと、なんとそこからシャンパーニュが出たって言われてるんだよね。何のためにバスタブにシャンパーニュを入れるのかどうかってわからないんだけども、とにかくセレブじゃないですか、そんなね建物がパリにも残っているんですよ。はい、ということでね、こんなね歴史が本当に詰まった広場を後にしながら今ノートルダムロレット通りを進んでおります。ということでね、今回もこの9区の魅力皆さんと一緒に、たっぷりと見ていきたいと思いますよ。それでは行きましょう。パリ9区ヌーベルアテンの裏道散歩のスタートです。さあこのねノートルダムロレット通りのところ、これをね今度は右に入っていきましょう。そうするとアンリ・モニエ通りに入っていきます。はい、こちらですね。アンリ・モニエ通りすごいな、なんか車からねすごい音の音楽が流れてきておりますけども、はい、こんなところにもね、別の通りでございますけども、ストリートアートがあります。モザイクで描かれた、これなんだろうな、ゲームのキャラクターかなんかですかね。そしてこちらは A の2乗というね、私のうずらが丘っていう裏道散歩で出てきたハートの A、アムーフとアナーキーの A ですね、無秩序。それがハートと A と組み合わさって無秩序な愛というね、そういうストリートアートをやっている A の2乗という人たちの作品がありました。はい、
まっすぐ行きましょう。この辺はヌーベルアテーヌと言われる界隈で、アテーヌというだけでアテナ、古代ギリシャの、ね、装飾なんかがこの建物に使われている場所でもあるんですよ。例えばこの階と階の間、ここの装飾、これ波になってるでしょ。これはギリシャ神殿だとかギリシャのね古代の壺なんかに表現された装飾模様でございます。そしてこちらも、この上にも見えるかな、この、迷路みたいになってるやつ、これギリシャ雷門という装飾の模様ですよね。こんなものがね、このヌーベルアテンヌと言われている界隈なので、いろんな、ね、建物に使われております。はい、そしてね、目の前には今度はちょっとね、ちっちゃな広場が見えてきましたよ。さあ、その広場の名前のところちょっと見に行きましょう。見えるかな。はい、ここですね。この広場、プラスギュスターブ・トゥドゥーズ、ギュスターブ・トゥドゥーズ通りというところでございます。そしてこの広場なんだけども、目の前にこんなカフェが出てきましたよ。見えます？カフェペートンギと書いてあります。ペートンギといったら、これはタンギじいさんっていう人なんですけども、なんか聞いたことありませんか？そう、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホが描いたタンギじいさんという肖像画がありますよね。現在ではパリのロダン美術館に所蔵されておりますけども、そのタンギじいさんはまさにこの通りで画商をやっていたんです。ということで、この通り行きましょう。クローゼル通りでございます。このクローゼル通りでね、タンギーじいさんは画商をやっていたんですよ。その画商をやっていた場所まで行きましょう。ジュリオン・タンギという人は1825年に生まれて、パリに35歳の時に奥さんと一緒に出てきました。そしてね、ここのクローゼル通りにはエドワーという人がもともと画材屋さんをやっていた、そこのね、従業員になるわけです。エドワーがこの画材屋さんをね、辞める時にこのタンギーじいさんがこの店を継いだわけなんですよね。そこでこのタンギーじいさんがね、いろんなチューブ入り絵の具なんかを売っていくわけなんだけども、そこでね、このチューブを買いに来た、絵の具を買いに来た人たちが全然お金を持っていない画家たちだったんですよね。そしてタンギーじいさんはお金がない人たちに対しては、絵の具を渡してね、じゃあこれツケだから、お金ができたら払ってくれよとか言ったりね、あるいはセザンヌに関してはその絵画とね物々交換なんかをして、彼らに絵の具を提供したっていうふうに言われているんですよ。はい、ブティックがあったのはちょうどここでございます。ほら、店のね看板にペートンギタンギーじいさんというふうに書いてあるでしょ。現在ではここはねアクセサリーショップになっています。そしてこれはちょうどクローゼル通りのこの14番地に当たるんですが、ここにこのように石のパネルがちゃんとあって書いてありますよ。ほら、ここにペールトンギのブティックがありましたと書いてあるでしょう。そしてそのブティックではいろんな人たちが出会うことになるんですけども、誰が出会ったかというと、例えばエミール・ベアナー、セザンヌ、ゴーギャン、あるいはルノワール、アンリ・トゥルーズ・ロドレック、そしてヴァン・ゴッホと書いてありますよね。まさにね、こういうタンギじいさんのような人がいたから貧乏な画家でも絵の具が買うことができて、そしてセザンヌとかねゴッホみたいなね画家が絵画を作成することができるっていうことなんですね。まさにこのペールタンギ、タンギじいさんがいなければ、もしかしたらセザンヌもゴッホもいなかったかもしれない、そんなね非常に重要な人物のブティックがそこにありました。さあ、ここにねまた面白い建物が見えてきましたよ。すごい豪華でしょう。面白い建物になっていて、装飾もね非常に凝った装飾がなっているんですけども、ここもね有名な人が住んでいた家になっているんですよ。ここにパネルがあります。読んでみましょう。はい、哲学者のフランソワ・シャトレが住んだというふうに書いてあります。1971年から1985年。私もねこれフランソワ・シャトレっていう人、知らなかったんですけども調べてみたらね、ジル・ドゥルーズとか、あとはジャック・デリダとか、いわゆるポストモダンって言われるような時代の哲学者と同時代の人で、ジル・ドゥルーズなんかと一緒にバンセンヌにある哲学研究所なんかを作ったらしいですよ。そこはね大学入学資格がないような人でも哲学を勉強ができるようにするような場所、実験的な場所だったそうです。そしてジャック・デリダとは
哲学国際哲学コレージュというものを作って、無料で哲学の講義を受けられるような施設も作っているそうです。そんなね開かれた哲学を模索した哲学者だったんでしょうね。専門は古代ギリシャ、だったらしいので、まさにこのヌベラテヌ、というところにふさわしいじゃないですか。はい、そしてここにまたこのストリートアートが見えてきました。これ私のねうずらが丘の裏道散歩っていうのを見ていただいた方でもおなじみかもしれませんが、バックトゥーザストリートっていうね、この道で、撮ったね人の写真を現像して額に入れてもう一回道にペタッと戻すというね、そういうアーティストでございます。道に返すからバックトゥーザストリート、面白いよね。はい、こんなねアーティストの作品がありました。さあこのままねクローゼル通りを正面に進んでいきましょう。そうすると突き当たるのがこちらがマルチール通りでございます。マルチール通りといったらこのねパリの9区のグルメ通り、美食通りでございますよ。さあマルチール通りの看板が見えてきた。ちょっとねズームしてみようか。はい、ここです。フーデマルチール9区ですよね。このマルチール通りっていうのはね、ちょっとしたねこうやってちょっとしたこういう坂になっておりまして、この一番ね下からパン屋さんだとかジャム屋さんだとかケーキ屋さんだとかね、美味しそうなものがずらっと並んでるようなところで、この先にはね美味しそうなカフェだとか、レストランだとかそんなところがたくさんあるんですよ。ですからねそんなところも紹介しながらこの丘を登っていくことにしましょう。そして早速ね出てきたのがこのラ・メレンゲというねお店なんですけども、ここのメレンゲのケーキがねめちゃくちゃうまそうなんだわ。これ多分ね見えてるのは多分6人用だと思うので 28.5 だからその4000円ぐらいするのかな。結構高いんだけども、周りがねこれがメレンゲになっていて、その後ろにはこれフルーツがねこうやって乗ってるんだろうな。だからいろんなこれ種類がありますよ。きっとねサクサクしてて軽いんだろうね。そしてね私が美味しそうだと思うのはね、これバブカって書いてあるんだけども、ブリオッシュトレッセ、ブリオッシュっていうパンがあるんだけども、その生地をですねこのように三つ編みのように編んでる、こういうパンなんですね。これはその編む時にチョコレートをこうやって中に練り込んでいるんだろうな。そしてこれがプレーンになっていて、そしてねこれがねめちゃくちゃうまそうなんだけどさ、これピンクのやつプラリネって言って、ナッツ系をね砕いて、そして砂糖をまぶしてカラメル状にしたものをプラリネって言います。それをこの編み込んでいるんだろうね、中に。このねプラリネのバブカっていうのが 6.9 ユーロって書いてあります。いやーめちゃくちゃうまそうだね。こんなところでね、バブカを食べてみるのもいいかもしれない。いやープラリネめちゃくちゃ美味しそうで、もう我慢できなくてね買っちゃいました。ちょっとねこれ今から食べてみようと思います。このねピンクのところが美味しそうなんですよ。いただきます。サクサクでねナッツがシャリシャリしててめちゃくちゃ甘くて美味しいです。やっぱね疲れてる時にはこういう甘いものが食べたくなるんだよね。ぜひねこれめちゃくちゃ美味しいので試してみてください。はい、それではね引き続きこのマフチール通りを登っていきましょう。マフチールっていうとですね殉教という意味なんですけども、この道をずっと登っていくとモンマルトルの丘に行きます。そのモンマルトルの丘では紀元後3世紀に聖ドゥニという人がね殉教しているんですよ。そこで首を切られています。ですからそのね殉教の場所に向かう道ということで、ここに、殉教通り、マフチールというね名前がついているんですよ。そしてねこの今私たちの目の前に見えてきたこのお店、ここ有名なお店なんですよ。ローズベーカリーというお店でございます。イギリス人のねローズさんという人がここでねオーガニックカフェを始めたんですね。そしてそれが大人気になりまして、今ですねこうやって人気店になっています。今ねちょうどね昼の夕方前っていう感じなんであんまり人はいませんけども、これね美味しそうな、見てくださいよ、これパンだとか、あとは奥の方にはねお惣菜なんかも
あるんですけども、美味しそうでしょう。ここもね結構ね行列ができるような場所になっていますよ。そして今度はもう一回ね道の向かい側になりますけども、ほらここに面白い建物が出てきたでしょう。この1階部分にあるのがまた有名なパン屋さんになっているんです。はい、ここねルネッサンスって書いてあるところなんですけども、ここも有名なパン屋さんですよ。さあここにね店の名前が書いてあります。アグノ・デルモンテルというところなんですけども、ここがね有名なのはほらフランスでは、パリではバゲットコンクールっていうのがあるんですよね。このパリで一番美味しいバゲットを決める、フランスパンのお店を決めるっていうんですが、2007年にここ一等賞を取っているのがこのお店なんですね。ですからねここもねパリの人気店の一つとなっております。はい、ですからねもうここはね美味しそうなものがたくさんあるんですよ。そして今度はそのパン屋さんの向かい側にはもうね私たちのビデオの中ではもうね定番となっているかもしれませんが、ベイエデーですね。ここは、いわゆるバター屋さんというか、牛乳屋さん、それが美味しいチーズをいっぱい出しているんですよね。かつてねソムリエの北山さんと出した、ビデオの中ではここのブリアサバランもう絶品でしたよね。ぜひねここに来たらそんなねチーズなんかも食べてみたいな、食べていただきたいなと思ってますよ。はい、それではまたここのね道を渡っていきましょう。こうね車が多いんだよな。本当にね美味しい店がたくさんあるんだけども、その中でもねとっておきの人気店というのを紹介しましょう。フランスのね、大西洋側に、イルドレっていうところがあります。イルドレといってねレ島なんていうふうに、日本語では言うんだけども、そこはね塩田なんかが非常に有名でお塩が有名なんですよね。そのレ島で、育った姉妹が作った、カフェがあります。マグレットっていうところなんだけども、そこはねいつもだったらすごい行列ができているおすすめのカフェになっているんですが、それがはいこちらでございます。はい、マグレットって書いてあるでしょ。このお店なんですけども、もともとねマフゴーさんとスカーレットの姉妹で始めたので、2人の、マフゴーのマフとスカーレットのレッドを取ってマフレットっていうお店を、やっているんですよね。ここでね、人気があるのは、今は持ち帰りとかしかやっていないんだけども、このブランチセット、結構するんだよな。24ユーロぐらいするのか、3500円とかそんな感じなんだけども、ブランチですからね朝食と昼食を兼ねてるって感じなんだけども、このハンバーガーとポテトとチョコレートケーキと、そしてコーヒーと、ドリンクとちょっとしたフレークみたいなそんなもの、を出しているところですね。でここはねカフェにもなっているんだけども、同時にもともとはこのベーキングミックス、この手作りです。その卵とか牛乳を混ぜるだけで作れるようなベーキングミックスを作るようなメーカーだったんですよね。これがあまりにも美味しいっていう話題を呼んで大人気になって、ここにカフェが出ています。はい、そんな感じのマグレットですね。それ以外にもねたくさんいつも行列ができているようなところがあって、例えばこのね道路の向こう側コントワーベルシュって書いてあるんだけども、ここはねワッフル屋さんです。ベルギーワッフルなんだけども、ここでねいつも行列ができて、みんなねベルギーのワッフル食べてますよ。はい、そして今度はこちらコレクションテーと書いてありますけども、これがねお茶屋さんになっております。いろんなねお茶が売っているんだけども、このねマフティー通りのこのお茶屋さんがある通りを曲がっていきましょう。ビクトール・マセ通りでございます。はい、こんなね小道に入ってまいりました。でなんでこのドクタール・マセ通りに入ったのかというとですね、ここにも有名な画家が青春時代を送った場所があるんです。その画家というのがエドガ・ドガでございます。印象派の画家ですよね。彼はねもともと銀行家の息子でございました。非常にね、貴族の血も少し入っているって言われているくらい裕福な家庭の子供だったんですけども、彼は若い時から絵画なんかにね、興味を持って、そこで
絵画修行をするようになります。お父さんも幸運なことにそのエドガーがね絵画をやりたいということを応援してくれて、若い時から本場のイタリアなんかに留学するようになります。その留学とかね、いろんな旅行から絵画修行から帰ってきて、彼がパリで初めて一人暮らしをすることになるんだけども、それがですね、今目の前に見えてきたこのホテルでございます。ちょうどね13番地のホテルになるんだけども、このホテルの1階、2階、3階、4階、5階、6階ここから見えないんだけども、この6階にはね屋根裏部屋みたいなところがありまして、そこでね小さな部屋とアトリエがあったような場所、ここで青年のねドガが25歳から39歳まで14年間の間住んだ場所でございます。はい、このねドガが青春時代を送ったホテルがございました。そして今度はねこちらなんですけども、まさにそこでちょうどね隣り合ってるようなところ、そこにこんなストリートアートがあります。そしてここの場所にはね、これはル・シャノワールというかつてキャバレーがあった場所なんですよ。キャバレーというと女性がね歌って踊るっていうようなことを想像してしまいますが、こちらはどちらかというと文学人だとか芸術家が集まるようなキャバレーを目指していて、そこでね大人気になりました。このね、石板にもいろんなことが書いてあるのでちょっと見てみましょう。そうするとこのルドルフ・サリフっていう人が書いてあるでしょ。まさにこの人がシャノワールっていうものを、のオーナーだった人ですよ。そしてこのストリートアートなんだけども、これも後ろにねハートマークと A の文字があるでしょ。これ大きいハエ A の2乗っていうストリートアートのね人が貼ったものなんだけども、このモデルとなっているのがこのル・シャノワールの、ポスターだったものなんですよね。もともとこのル・シャノワールっていうところは影絵が有名でございました。そのね、影すごい今トラックのレストランになってたよ。そのね影絵が非常に人気があったので地方巡業に出かけるんだけども、そのね地方巡業に影絵をねするために地方に出かけるんだけども、その時に使ってたポスター、それがスタンレイという人がね書いたポスターなんだけども、それがシャノワールという、もので非常に人気がありますよね。今でもお土産屋さんとかに行くとねポストカードとか、あとはそのバッグとかにね印刷されているのを見ることがあります。はい、ドガがねここに住んでいる時、27歳ぐらいかな、その時にやっぱりねルーブルに足しげく通ってかつての巨匠の絵をね、コピーすることで自分の能力を高めていきました。彼がよくコピーしていたのがスペインのね画家のベラスケスっていう人だったんです。今はねあんまりベラスケスの作品ってルーブルにはないんだけども、当時はねまだベラスケスの作品ルーブルに結構あったんですよ。でドガがねいつもコピーしてると同じやつがいつもベラスケスをコピーしてるんだよね。でそれが誰かというとエドワ・マネなんですよ。創業のね昼食を書くことになるマネでございます。そんなねマネと仲良くなって友達同士になるっていうね、そういう美術史になっていくんだけども、さあここはですねドクター・マセは同時に音楽通りでもある、楽器屋通りでもあるんですね。こういうねギターなんかがこうやって出てきたりするんですよ。でこれねアコースティックギターなんですが、このアコースティックギターのトップ材として使われているのはエピセアっていう木らしいですよ。エピセアの木なんか聞いたことあるぞと思われた方は偉い、私の動画よくご覧になってるって感じがするんだけども、エピセアの木といったらほらモンドールのチーズの周りをね囲っていた木、それと一緒でしたよね。はい、ここにもねこういうふうにギター屋がずらーっと並んでいるようなところにあるんですけども、このギター屋と向かい合っている建物も非常に面白い建物になっているんですよ。ほら見てください、これ面白いでしょ。こんなに豪華な建物になっています。この隣の建物も面白いんだけど、さあこのねちょうどねビクター・マセ通りの25番地、今ではコットンクラブといってね1階にはこのなんかそのプライベートのバーみたいなそういうねものになっているんだけども、ここにある兄弟が住んでいました。
弟の方はねパリでギャラリーをやっている人物で、お兄さんの方はアントワープで画家の修行をしておりました。で1886年、お兄さんの方がねアントワープで絵の修行をしているんだけど、学校に通ってるんだけど、どうやらここはねちょっと伝統的すぎてねやりにくいんだよな。でパリだともうちょっと自由な風潮があるって聞いたんだけど、パリに行くのもいいんじゃないかなと思ってる、ちょっとね迷ってるよなんていうね手紙を弟に送るんです。そしてねその手紙をもらった弟の方はね、お兄ちゃんもうちょっとねよく考えた方がいいと思うよ、慎重に行った方がいいと思うよとかってね言ったんですけども、なんとその1ヶ月後に、電報が来ましてね、今ルーブルに行くから早く迎えに来てくれなんてそういうメッセージが急に届くんですね。はい、その兄弟というのはバンゴッホ兄弟、はい、テオ・バンゴッホがここに住んでおりました。そしてそのお兄さんというのはヴィンセント・バンゴッホでございますね。ですからまさにテオ・バンゴッホとヴィンセント・バンゴッホがこのアパートに住んでいたっていうことなんですよね。ヴィンセント・バンゴッホをね、止めるだけだったらいいかもしれないんだけども、ヴィンセント・バンゴッホを止めるっていうことはここで彼が絵画の制作をするっていうことですよね。ですからね、彼が絵画の制作をできるようなアトリエが必要になります。ここではね小さすぎるっていうことでテオはまた別のところに引っ越すことになるんですが、それがねモンマルトルの丘の上にあるルピック通りっていうところですよ。ですからまさにねここがゴッホ兄弟の本当に出発点となったパリ生活のね出発点となったような場所になっています。さあそこにねもう一つここにパネルがあるんですよ。25番地のところね、何と書いてあるかというと、ベルト・ベイルっていう人がここに1901年初めての若いアーティストたちのためのギャラリーを開きましたとあります。彼女の助けのためにいわゆる近代絵画のアバンギャルドと言われる人たちが派遣されることになりましたとありますよ。そう、このねベルト・ベイルっていう人はもともとは骨董品屋で働いている、女性のね、社員だったわけなんですが、その後骨董屋さんの主人が死んでしまいまして、そこでねおかみさんがね6ヶ月分の給料を渡して、あなたねこれで自分で何かビジネスやりなさいと言ってくれたんですね。そして彼女は何をしたかというと、あそこに、ギャラリーをね開いたんです。で彼女はですね当時彼女が好きだった若いまだ無名の人たちのアーティストの作品をギャラリーで販売することになるんですが、彼女の審美眼がすごかった。どんな人がいたかっていうと、アンドレ・ドゥランだとかピカソ、ジョルジュ・ブラック、エミール・ベルナール、シャガール、スザンヌ・バラトン、モーリス・イトリオ、もうそうそうたるメンバーですよね。フェルナン・レジェとか、もうね今だったらそのポンピドゥセンターにあるような絵画、そういうものをね一切彼女がすでに展示していたんですね。ただし彼女は、経営のね手腕はなかったようで、彼女自身大金持ちになることはなかったそうです。さあそしてねここはねアベニュー・フロッショという場所なんですけども、ここ大邸宅が並んでいるような私有地になっております。今でもねその大富豪が住んでいるようなところになっているんですけども、ここはねかつてアンリ・トゥルーズ・ロートレックのアトリエがあった場所でもあるんですよ。そしてジャンゴ・レインハルトというねギタリストがいますけども、ジャズ・マヌーシュってやつかな、彼が住んでいた場所でもあります。そしてこんなところにまたパネルがありますよ。なんて書いてあるかというと、見てください。ジャン・ルノワールがここに住んでいたっていうふうに書いてあります。ジャン・ルノワールというとピエロ・オーギュスト・ルノワールの息子ですよね。印象派のね画家のルノワールの息子、なんと映画監督になっているんです。面白いよね。光をね絵画の中に取り入れたルノワール、その息子はなんと光の芸術である映画監督になっているんです。そんなね面白い偶然もあるんだけども、さあそしてこんなところには大きなステンドグラスがありますよ。その後ろはかつては中華系のねキャバレーだったそうなんですけども、その目の前にはこのような大きなステンドグラスが飾ってあります。これなんかね一見何のステンドグラスかわからないんですけども、そのヒントがこちらにありますよ。さあ見えますか。何がねとんがっていてはしごのようになっているんだけども、これね船の一部ですよ。船の一部で船がねこういう大きな波に飲まれようとしているところが
このように表現されているんですね。ですからこういう曲線は全部波ね。そしてこれまた大波のこのぐーっと波が上がるようなところ、一瞬この波が切れているところ、今ちょうど真ん中に入りました。ちょっとズームしてみるよ。ほら、ここに三角形があるでしょ。これは波の向こうに見えている風景の山です。わかるかな、これ何がモデルとなっているのか。そう、これ葛飾北斎の富岳36景、一番有名な大波のやつ、富士山が見えてるんですよね。その絵画が元になっているんですね。こういうふうにね、いわゆるジャポニズムというね言われるような、時代ですから、そのような、日本のね浮世絵がモデルとなってあのようなステンドグラスができております。はい、それではねこのフロッショ通りというところを進みましょう。このフロッショ通りというところを進んでもう少し行くとねピガール広場でございます。今回はねそのピガール広場まで行こうと思ってますよ。はい、先ほどのねステンドグラスがはまっていた場所、そこの後ろにはねこんなね彫刻が入ったファーサードになっております。そしてこの隣にも今度は4番地下、ホテルがね、あとこれ三つ星ホテルなんだな、がありますけども、ここもねかつてはドガがアトリエを持っていたところです。ここはねもう1年しか住んでいなかったんですけども、ちょうどねここの1階部分2階かそのと見えた2階部分にドガのアトリエがありました。そしてこの隣、この6番地にはですねドガの非常に仲の良かった音楽演奏者が住んでいたんです。今ではねこの赤いところが、ルブというね、ワンマンショーをするような劇場になっているんですけども、ここに住んでいたのがデジレ・ディオというようなファゴット奏者だったんですね。ドガの絵画の中でオペラ座のオーケストラっていう絵画があります。あそこでファゴットを吹いている男性の絵がありますけども、まさにあの人がデジレ・ディオでございます。彼がね住んでいたのがここなんですよ。ドガは彼と仲良くなって、そしてね彼の絵を描くようになったりね、そして彼が、オペラ座のオーケストラのね一員ですから、彼がねオペラ座のことなんかをドガに教えて、そしてドガはオペラ座のダンサーなんかをね描いていくことになるわけです。面白いね、そういうところでつながっていくんですよ。さらにこのねデジレ・ディオっていう人はなんとトゥールーズ・ロートレックの、ね、いとこでもあるんですね。いろんなところでつながっていて、そしてもちろんねトゥールーズ・ロートレックはこのドガのことも大好きだったんで、ドガにオマージュを捧げるっていう意味でもこの、ね、デジアのことを版画に彼は書いております。ということでね本当に、サンジョルジュ駅からこのピガール駅、地下鉄でいうとね本当に一駅ですよ。1分もね、経たないうちに着いてしまうこのような、裏道でございますけども、本当に、いろんなね調べていくと歴史が詰まっている界隈だということが分かっていただけたんじゃないかなと思いますよ。そして目の前にねこのような噴水の広場があって、でこの噴水の奥ちょっとズームしてみようか。はい、ここのところには地下鉄の入り口、ピガールの入り口がございます。ということでね、次回の裏道散歩、このピガール駅から出発してこのピガール駅のね周辺の魅力に迫っていきたいと思ってますよ。ということで今回はこの辺にしておきましょう。どうもありがとうございました。はい、ということで今回はサンジョルジュからピガールまでの裏道散歩をお届けいたしました。結構ねモンマルトルは散策する方いらっしゃると思うんですけども、その麓に広がっている界隈もなかなか面白いところでしょ。ぜひね次回のフランス旅行の参考にしていただければと思っております。それでは今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆さんのね感想をぜひコメントに書いてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。